こんにちは、月島です。今回は Nintendo Switch 用のワイヤレスコントローラーを開封レビューしていきたいと思います。主な特徴はワイヤレスと連射ターボとマクロ設定です。使い方や設定方法などを詳しく見ていきたいと思います。目次です。本体各部の確認と主な機能、ペアリング方法、連射機能の使い方、マクロボタンの設定方法、ジャイロ機能、最後にまとめです。コントローラー正面 A、B、X、Y ボタンです。押しやすい位置にあると思います。押した音はこんな感じです。押し心地はプロコンと比べると少し軽い感じがします。右スティックと左スティックです。純正プロコンと比べると高く感じます。見た目の高さはそんなに変わらないようですが、純正のプロコンの方がスティックは低い位置にあるように感じます。十字キーは押してみると少し硬い印象です。LED インジケーターです。コントローラーの状態を表示します。充電中は点滅をするのですが、かなり眩しく感じます。コントローラーの中央部分を見ていきます。プラスとマイナスボタンは通常のスタート・セレクト操作に使用します。T のボタンは連射機能を任意のボタンに割り当てるときと連射速度を設定するとき、マクロを設定するときに使用します。連射機能については後の連射機能の使い方で見ていきます。丸のボタンはスクリーンショット用のボタンです。ホームボタンです。スリープ状態からホームボタンを押すと多少時間はかかりますが、スイッチの最初の画面を表示させることが可能です。コントローラーサイドの青と赤で囲まれた部分はゴムのような感じの素材が貼られています。コントローラー上部 L、R、ZL、ZR に対応したボタンがあります。ボタン自体には1、2と刻印されています。押してみた雰囲気も特に問題はないです。ZL、ZR ボタンは横から見ると大きい形状をしています。充電用の USB-C 端子があります。その隣はペアリング用のボタンです。コントローラー背面M1、M2 と2つのボタンが装備されていて、同時押しボタンの設定やマクロの設定を割り当てることができます。背面ボタンの設定については、後のマクロボタンの設定方法で見ていきます。コントローラーをリセットしたいときは、ペアリングボタンを押すとリセットできます。ジャイロセンサーを搭載しています。NFC 機能はないです。振動の強さは好みに合わせて3段階となしに調節可能です。T ボタンを押しながら左のスティックを上下することで設定ができます。ペアリングは無線 Bluetooth で行います。まずスイッチの設定画面よりコントローラーとセンサーのページを開きます。コントローラーの持ち方、順番を変えるのページを開きます。この画面になりましたら、コントローラーのペアリングボタンを3から5秒長押しします。1回振動が来て接続が完了します。これで使うことができるようになりました。連射スピードは1秒間に5回、12回、20回の3つから選択することができます。T ボタンを押しながら A ボタンを押します。1回振動が来て設定完了です。
連射スピードは連射を設定した後に T ボタンを押しながら右アナログスティックを上か下に押すことで変更できます。ボタンを押した時に連射されて、もう一度ボタンを押した時に連射が止まるという使い方です。設定方法は T ボタンを押しながら A ボタンを2回押します。2回振動が確認できれば設定完了です。押すと連射がされる通常の連射の時は T ボタンを押しながら A ボタンを2回押すと解除されます。解除されると3回振動がきます。連射ホールド状態の時は T ボタンを押しながら A ボタンを1回押します。連射機能の使い方は以上になります。コントローラーの裏面には M1、M2 と2つボタンが装備されていて、同時押しやマクロの設定を割り当てることができます。ジョイメカファイトというファミコンのゲームの炎というキャラクターは A ボタンと B ボタンを同時に押すとファイヤーフレアという技を出します。それができるように背面のボタンに設定していきます。マクロを設定するには T ボタンを押しながら後ろのボタンを押します。1回振動します。ここで A ボタンと B ボタンを同時に押します。背面の M ボタンを一度押します。1回振動しました。これで設定が完了です。マクロを解除するときは、もう一度 T ボタンを押しながら、後ろの M ボタンを押します。振動がきます。これで設定が解除されました。先ほど設定したボタンを押しても技が発動しません。次に十字ボタンの下を押してから A ボタンで発動する Fire Wave という技を設定してみたいと思います。T ボタンを押しながら後ろの M ボタンを押します。1回振動が来ました。ボタンを設定します。後ろの M ボタンを押します。振動が来ましたので、これで設定ができました。十字ボタンの前、下、後ろ、P でキックという形にコマンドを設定してみたいと思います。T ボタンを押しながら後ろの M ボタンを押します。1回振動します。これで動きが設定できました。
設定をクリアするには先ほどと同じで T ボタンを押しながら後ろの M ボタンを押します。これで設定が解除されました。ボタンを押しても動きません。マクロ機能の使い方は以上になります。マリオカートをジャイロ機能で操作できるか試してみました。問題なくプレイできました。コントローラーのサイズ感はプロコンと比較してもそんなに大差がなく、慣れてしまえばストレスなく操作できると思います。ワイヤレスで連射機能もあり、ジャイロセンサーやマクロ設定にも対応していますので、使い勝手の良いコントローラーだと思います。NFC 機能がないのが残念ですが、技的も通っているようですので安心して使えるコントローラーです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。